ろしくお願いします。つまりの最初のでお願いしたのは2006年の十日町の南藪坂っていうところだったんですね。でそれ以来市原では全国のその土っていうのをやりまして、あとは瀬戸内でもやっていただいて、最近では2017年に大町でやっていただいて、僕が今芸術祭なんかでやろうとしているのは、田舎が多いわけですが、やっぱり自然っていうのはすごく重要で、地球と親しんでいかないとまずいと、そういう中でアートっていうのはもう一度かなり地球が傷んでいく、自然環境がダメな中でもう一度再起のいろいろなきっかけになるかもしれないということでアートをやってるわけですが、この人が住むまでの、地球と今かなりいろいろな意味で危なくなってる中で美術を、やりだしてるという間に、いろいろなそこで、田んぼを作るとか畑をやるとか人のいろいろな生活があって、この大きな3つで僕はちょっと捉えてるんですね。それで栗田さんにお願いしたいっていうのは、この近くではない、そのいろいろな意味で集積性があって鉱積性があってとかっていう話じゃなくて、実際に人が来だしてからの、土っていうかそういうのが多いわけですね。だからこちらの部分と人が関わった部分の狭間にあるというか、現代にも引き続いているけれども、人が生活し歩いていくところにある土っていうことをやられてて、それがそういう意味では僕にとってはすごく重要な話なんですね。でそれは前提で、もう一つ、いつも思ってるのは、そのいろいろ土を集めていくっていうのを、それの配置といいますか、その仕方っていうのが非常に美しくて、だから僕らが普段色とか言ってるものの何か現象的な形で土で見せてくれてるっていうのは、非常に感覚的にいい気持ちがするっていうことを願いしてるわけです。それで去年のコロナが大変な頃は日本におられたって言いますけど、はい、ちょうど、去年3月にフランスでプロジェクトがあったんですけど、それさすがにダメだろうっていうんで、キャンセルして、でそれからもうずっと動けない状態で、自宅にこもってるというか、ほとんどプロジェクトなしですね。基本的に僕は展覧会に向けて必死で何か作るっていうタイプじゃなくて、割と日々コツコツ積み上げていったものを常に用意してやって、声がかかった時にじゃあこの部分を出していこうっていうような出し方をするんで、やってることはずっと変わらないんですね。だからやってることはもう20年。どういうことをやってるんですか？家にだけいる時はほとんど想像つかないと思いますけど、拾ってきたものを乾燥させて、で、乾燥はもうすぐしないとどうしても虫とかに、傷んでくるんですぐ乾燥させて、でふるいをかけるっていう作業、で今度はビニール袋に入れる、で今度インスタレーション用に小分けにするなどいろいろやるわけです。で今度は、こういう小さいチューブ、これより小さい試験管みたいなものに詰める。それもすでに全市町村集まったもんですから、その瓶だけで今2万本ぐらいあるんですね。その全市町村の昔の3200いくつっていうと、ついに全部3233市町村の全市町村を集め終えたので、それが2年前ぐらいだったんで、さあちょっと整理をしなきゃなっていうところでコロナになったんで、もう日々楽しく試験管に土入れたり淡々とその作業をして、今2万いくつって言われました？日本全国で、3万は超えてる。日本全国のいろんな場所でいうと3万超えてる。3万超えてるって感じですかね。大体同じぐらいの量をそうなんです。例えば北海道まで行って、行くのに10万円かけて行って、すっごい綺麗な珍しい土があったらいっぱい欲しくなるじゃないですか。でもそれやっちゃうとなんかもっと欲しいになって、
なんか自分のやってることと違ってくるかなと思って、もう必ず片手に一握りっていうふうに決めてるんです決めてるんですよ。でまた欲しければまた来れるっていうふうに考えれば、まあ、気が楽かな。欲望っていうのは際限がないんで、両手で欲しくなってそのうち土の袋で欲しくなって、いや4トン車借りようかみたいな話になってきちゃう。いまだに軽トラでそうですね、まあ、車で寝泊まりしながら、ただまあその3233全市町村が1回終わったので、まあ、そういう意味でそうですね、今度2週目かな、もっと細かいところも回ろうかなと思って計画中というか、まあ、ちょっとコロナが終わったらもっと細かい谷が入っていこうかなと。そう大変ですね。つまりだけでももともとの単位で言えば200集落。そうですよね。まあその集落の中でもだいぶ違いますもんね。平成合併以前の昭和の状態っていうのはだいたい一つの町に、中学校が一つあるっていうことらしいんです。と小学校がいくつかですね。昭和より前は小学校が一つっていうことらしい。大体そうですね。この地域も昭和の大合併でだいぶ減って、その前はやっぱりそうですね、大体一つの集落に小学校単位で、だから今度は小学校単位で回っていったらもっとすごいな。今中学校単位で回ってる状態なんで、僕基本的に人が好きなんですね。土が好きっていうのとちょっと違って、だからその人間がそこの土を踏んでいるっていう事実、それがすごく面白いと思うんですね。でその踏んでる土とかに人間が影響を受けないわけがないという、その関係性で、なんかこう土の中にそこを耕した人の体が入ってるとか、そういう関係性がものすごく楽しくて、だから例えば富士山のてっぺんの土とか全然興味ないんですよ、人が住んでないから、やっぱり村の里山のあんまり山奥じゃなくてっていう土なんですね。だからまあその小学校単位っていうのが一番いいんじゃないかなって今思ってる。そうすると人口があまり少ない時はあれだけど、日本でいうと2メートルぐらい下の土までは人が結構踏んでる土ですね。大体2万年ですね。2メートル下っていうのは大体100年で1センチ100年で1センチですよね。多分土を見れば時代時代に暮らした人の生き方がそこの土に移ってるんじゃないかっていう感じがするんですよ。そうですね。人は接してるわけですよ、そこの。だから縄文時代の土器が出るところ、平安時代、言ってみればゴミですよね。それが出てくる時にどういう生き方をしてたのかっていうのが、その土に出てくるような気がするんですよね。なるほどね。そうするとたまたまですが、この栗田さんの作品があって、これ土っていうゴミっていうかね、人間のでカバコフは本当のゴミっていうのでやってて、そこにいろいろなことがあるっていうのはやってるわけです。だからその部分で僕はすごく面白いなと思ってるんですけども、どうやってるか、延々と今その仕事をやってる。そうですね。結局計算してみたんですけど、今持ってるものを整理するだけであと20年ぐらいかかると思うんですね。大変だ。でまだ採集してるわけで、で今日本全国が終わって、でフランスが96、自治体でいうと1万ぐらいあるんですよね。数え方がいろいろなんですけど、3万っていうふうにコミューンによって数え方があって、1万いくつっていうのと3万いくつっていうと、もっと細かく言うと6万っていう方もあるらしくて、それはもう絶対無理なんで。行政単位で昔1万いくつとか言ってましたね。でもちろん今合併したりもしてるんですけど、とりあえず一つの県で一つでもいいからっていうのを目標にやってて、でフランスせっかくだからあと一つで一応全国行くんですね。そうすると日本にフランスの土を持ってくるわけにいかないんで、向こうでこういう形で何かできればなっていう話は今してるんですけど、そう考えたらやっぱり世界はやりたいですよね。大変だ。そうするとあと200年ぐらいかかるんですよ。